北海道にカリナ様降臨。偶然出会ったファンにカリナがご飯をご馳走。同時期にウィンターやジゼルも日本に来ていた。カリナが先日休暇中に北海道を訪れ、多くの日本人ファンの関心を集めました。さらに北海道でカリナの取った行動が素晴らしいと話題になっています。18日に放送された日本の K-POP バラエティ番組 K-POP ハウスにエスパのメンバーが登場。2024年に行ってみたい日本の場所はという質問をされたカリナは、冬には札幌、夏には沖縄に行ってみたいですと回答。さらに、札幌では雪だるまを作ったり温かいものを食べたり、食べ物が美味しいのでグルメ旅をしたいです。沖縄では真夏に泳ぎたいですと話しました。そんなカリナは先日、早速休暇を利用して北海道に訪れたようです。念願だった札幌に加えて小樽や富良野などを観光したカリナ様。カリナのインスタグラムにて北海道旅行の様子が公開されました。駅のホームや電車に乗っている姿も、カリナが普通に日本の電車に乗っているのすごすぎる。雪が降る中、雪遊びする様子のカリナ。頭に雪を積もらせながら無邪気に遊ぶ姿が、普段のステージ上での華麗な姿とギャップがあって萌えます。インタビューの際に作りたいと言っていた雪だるまも無事に作ることができたようです。カリナ作の雪だるま、少しずんぐりむっくりなフォルムと何とも言えない雪だるまさんの表情がツボです。お口を大きく開けて喜ぶカリナとか可愛すぎるし、さらにミニチュアサイズの雪だるまも手のひらサイズで可愛すぎる。カリナさん北海道いるの？雪にも負けないぐらいの透明感。カリナ、北海道旅行の写真めちゃくちゃ上げてくれるので助かる。北海道の JR 駅に普通にカリナさんいたんだすげえ。電車も乗ってるし。ちょっと待ってカリナ北海道来てたの？ないはずのカリナさんと北海道でデートした記憶が呼び起こされる。カリナが普通に北海道で JR 乗ってるのやばい。オーラがすごい。北海道に遊びにやってきたカリナですが、そこで偶然出会ったファンとの交流に注目が集まっています。とあるエスパファンが SNS にて、旅行に行って偶然カリナに会ったと投稿しました。最初はカリナに似た綺麗なインフルエンサーかと思ってインスタグラムのアカウントを聞いてみたそう。すると本当にカリナだったとのこと。カリナが挨拶してくれて、電車の中で顔を合わせていく途中も頭の中が真っ白になったそうです。まさか日本でカリナに会えるとは思わないですよね。そりゃ頭真っ白になる。さらに一緒に写真を撮ってくれることになり、ファンは失礼になるかもしれないから SNS には掲載しないと話したようですが、なんとカリナは休暇中だから終わったら掲載してもいいと OK してくれたそう。カリナの心の広さ、心まで女神様。そのファンは翌日も一日中カリナのことを考えてぼーっとしていたそうです。確かにそうなる。しかしその晩さらなる奇跡が、なんと立ち寄った食堂で再びカリナに遭遇したとのこと。休暇中なのに写真まで撮ってくれたこともあり、迷惑になってしまわないよう最初は知らないふりをしようとしたファンですが、ちょうどすぐ前の席に座ることになってカリナから挨拶をしてくれたそうです。それでも休暇の邪魔になってはいけないと思い、友達との会話に集中してできるだけ前を見ないようにしていたそうですが、お会計の際に思いもよらぬ出来事が、なんとカリナがこっそり食事代を払っていてくれていたそうです。店長からあちらの方が支払ったと言われ振り向くと、カリナが私が支払ったと言っていてとても驚いたとのことです。これ実はですか。その時ファンがカリナにおごってもらったのはラム肉で、本当に今まで食べたラム肉の中で一番美味しかったけど、どうやって食べたのか覚えていないと語りました。自分の前の席にカリナが座っていたら緊張しすぎて味すらしなくなりそうです。というか味とかもうどうでもいい水でもごちそうに感じる。最後にファンは、とにかくカリナの美談と書き込んで投稿しました。何も言わずにさりげなくファンにおごるカリナ様、イケメンすぎるって、本当にかっこよすぎて一生ついていきたくなります。カリナのファン思いな一面がよくわかる美談エピソードでした。カリナのイケメンすぎる行動に SNS では、待って嘘だろカリナさん北海道で会った前のご飯代払ってくれてたの。こっそり払うのがカリナさんらしい。
一体このお方は何個美談があれば気が済むの。北海道のご飯屋さんでたまたまカリナさんと遭遇した方の分のお会計まで支払って帰られたカリナさん、もう生後すぎる。偶然同じお店で食事をしてたファンの方の夕食のお会計をこっそり済まして、私が払ったんだよって言ってくるカリナもガチで好き。休暇中に日本に遊びに来てくれたカリナでしたが、実は同じ頃ウィンターが沖縄に訪れていたようです。実はウィンターは過去の4トンにて沖縄に行ってみたいと語っていました。こちらがその様子ですが、チョヌン、沖縄、行きたいと日本語と韓国語を混ぜて話しているのが尊すぎます。念願だった沖縄にやってきたウィンター、インスタグラムにて旅行を楽しむ様子を続々とアップしてくれました。沖縄旅行では定番の国際通りに佇む姿も、さらに丸見大橋やアラハビーチなどで沖縄の自然を堪能したり、果てはとある居酒屋の裏手でも記念撮影したりと沖縄旅行を満喫する姿が公開されました。それにしてもウィンター、ビーチや夕日に染まる海が似合うのはもちろんですが、何気ない裏路地に立っているだけでも様になるのさすがすぎる。カリナ北海道でウィンター沖縄いたのおもろすぎるだろ。オセロだったら日本全面エスパヤン。ウィンターちゃんの沖縄写真が可愛すぎてもだえる。カリナが北海道でウィンターが沖縄、ジミンジョン日本を両端から攻める。リンゴが沖縄でカリナが北海道だと、沖縄ウィンターの圧倒的彼女感。ウィンターがめっちゃ沖縄を満喫してて嬉しい。本当に日本に来てくれてありがとう。日本の両端、北海道と沖縄にそれぞれ訪れたジミンジョン。さらにジゼルも同時期に日本にいたようです。先日インスタグラムにて、ただいま、おかえり、というコメントとともに東京タワーや愛犬の姿を投稿したジゼル。カリナやウィンターと同じく休暇を利用して日本に帰ってきていたみたいですね。残念ながらジゼルが訪れた場所などの詳しい情報や目撃情報などは見つかりませんでした。でも普段から多忙なスケジュールをこなしているジゼルが休暇でしっかり休めたならエスパファンとしては何よりです。この流れはもしかしてニンニンもと思っちゃいますが、ニンニンの情報はなく、もしニンニンも日本に来ていたらなんて願ってしまいますね。エスパで日本制覇しようとしてて好き。このままニンニンも大阪来て、カリナ北海道、ジゼル東京、ウィンター沖縄。でもニンニンが単独で日本に来るとこ全く想像できなくておもろい。エスパ休暇中に日本のあちこちで観光しててまい嬉しいよ。にしてもカリナがファンにご飯をおごっていかれた神的なエピソード。夢でいいからそんなこと起きないかな。